求め北欧ノルウェー。人生初めてのノルウェーやってきた。今いるのはノルウェー第2の都市ベルゲン。6日間でフィヨルドやオーロラなどノルウェーの自然を求めて2つの都市を巡っていきます。まずは空港からベルゲンの中心地へ。60分有効の切符を買って出発。ベルゲンの中心地に到着。まずは魅力的なグッズが買えると聞いたこちらへ。バーガーキングである。発見。迷わずカートへ入れた。念願のグッズを手に入れられて大満足である。ノルウェーのプロスキーチームの名前が入っている帽子でノルウェー国旗とバーガーキングのロゴが可愛い。とってもお気に入りです。おはようございます。今日は一日ベルゲンの街を観光します。ここは街の中心部。奥のカラフルな家が並ぶブリッテン地区はベルゲンの名所で世界遺産。早速ブリッテン地区を歩いてみる。歩くとすぐになんだか気になる公衆電話ボックスを発見。ノルウェーには100機の公衆電話ボックスが残存していて、ここは小さな図書館のようになっている。こじんまりとした映画のような空間で結構楽しい。オーロラの表紙に惹かれて開くも何も読めなかった。寄り道も終えてブリッテン地区へ到着。ブリッテンは中世ハンザ同盟時代に商人たちの北欧の拠点として魚の交易などで栄えた場所。中に入ると建物が入り組んでいて迷路のよう。何度も火災に見舞われながらも同じ木造建築で再建し続け、長い歴史を感じられる場所。中にはお土産屋や服屋さん、飲食店などが充実。可愛い雑貨を求めてお土産屋さんを巡ります。ノルウェーといえばバイキングやトロール。特にトロールはノルウェーの伝承に登場するいたずら好きの妖精としても有名で、鼻や耳が大きいのが特徴。時々トロールなのかよくわからない子たちも。トロール専用エリアがあるお土産屋さんもあるほど人気のトロール。トロールの森の中に迷い込んだ気分になれる。もちろん可愛い雑貨もたくさん売っている。ブリッテンのカラフルな建物の置物もいい感じ。使い道には迷うがかっこいい入れ物やベルゲンのハテナ帽子も。オーロラが見られるように願掛けをしながらワッペンも購入。これで安心である。お腹が空いたのでお昼ご飯を食べに行く。ここで初見殺しのスケートリンクが現れる。危なかった。歩いて数分、ベルゲンの人気レストランに。少し早めの時間に行ったので空いていてラッキーである。おしゃれな店内。暖色の照明が心地よい。艦隊トナカイのフィレ肉を注文。ジビエ料理に合わせて作られる濃厚なゲームソースと一緒に。ノルウェーはスープが絶品だと聞いたのでこちらも注文。トナカイ肉は柔らかくてスルスルとナイフが入る。味も絶品。スープには魚介がたっぷり。さすがノルウェーである。ベルゲンは干しダラも有名だがスープの中にはタラもたっぷり。どれも美味しかったがスープが特に美味しかった。ごちそうさまでした。15時過ぎには日が沈んでしまう時期なのでベルゲンの夕日と夜景を眺めに展望台へ行く。フロイエン山の展望台はベルゲンでは外せない絶景スポットらしい。
標高320メートルの展望台まではケーブルカーで約7分。エルゲンの街並みやフィヨルドの雄大な景色を求めていざ出発。ケーブルカーがやってきた。出発。景色が綺麗なので上まではあっという間。急勾配を登っている。到着。ウェルネンは1年の約3分の2は雨が降る町で、ヨーロッパで最も雨の多い都市らしい。今日は晴れていて運が良い。上から見るとオレンジ色の屋根が多いことが分かったり、ブリッテン地区やボーゲン湾を挟んで向かいのフィッシュマーケットも望むことができる。目を凝らすとクリスマスマーケットも見える。後で行く。ここは夜景が一番有名だが、夕日もとても綺麗。山の奥にはフィヨルドが広がっていて、ちょうど夕日で照らされている。だんだん夕日が沈んでいき、地はブルーの景色が広がり始める。こちら側は特に奥にフィヨルドが続いているのが分かりやすい。綺麗でずっと眺めていたらいつの間にか夜景に変わっていた。展望台から遊歩道を少し登ってみる。こちら側は人が少なく、ベンチに座りながらまったり夜景を眺められそうであった。夜景も堪能したので、次はクリスマスマーケットへ。展望台を下って中心地の広場に向かう。早速中を歩いてみる。ここのクリスマスマーケットは子供向けのアトラクションが多め。個人的に面白かったのがこのルーレット。料金を支払うと2つの数字で構成されたグループを選ぶことができ、目印のスタンプを押してもらえる。全員が数字を選んだ後はルーレットタイム。自分の選んだ数字で止まると後ろの大きなお菓子がもらえるので全員真剣である。こういうものにはもっぱら縁がないが、ここは一度試してみることにする。選んだのは17番と64番。ドキドキのルーレットタイムスタート。64、64、64。残念。隣の57番の子はかなり惜しかった。港町のベルゲンは海鮮の方。フィッシュマーケットへやってきた。ライストミーチュー。建物の中は綺麗だが、このマーケットの歴史は700年もある。レストランもあり、その場で新鮮な魚介を楽しむこともできるので観光名所の一つ。サーモン、カキ、ロブスター、ホタテ、タコなどとにかく豊富な品揃え。水槽にもタラママニやロブスターがたくさん。何か食べているのか、お掃除中なのか。フィッシュマーケットの目の前のホテルで本日も宿泊。おやすみなさい。エルゲン3日目はフィヨルドクルーズに行ってきます。今回はノルウェー最大のフィヨルド、ソムネフィヨルドの支流、世界遺産ネロイフィヨルドへ向かう。フィヨルドへ向かう途中にも世界有数の急勾配を誇るクロム鉄道や山岳地帯の景色を楽しめるバスなど絶景周遊型のプランである。
フードマンゲ行きのバスは右側の景色が良いとの噂。ボスは内陸で山に囲まれているのでちょっぴり寒い。雪は降っていないが空気中の霜が水蒸気となって凍りついた樹草が木や草などにびっしり。バスがようやく到着。バスで巡る絶景旅スタート。早速樹草に覆われた木々と草が続く不思議な景色が現れた。山に囲まれ雲が停滞しやすい地形なので雲がつかめそうなくらいすぐ近くに浮いている。水がとても澄んでいて金網のようにきれいな湖面に映っとる。天気予報は晴れだがフィヨルドは地形的に雲が発生しやすいよ。どんどん霧のような空間に。クドマンネン到着。やはり少し曇り気味のフィヨルド。上を見上げると太陽が差しているがフィヨルドの間はかなり雲がかかっている。しかし雲がかかっているのも神秘的な雰囲気で大変良い。水の中をよく見ると人手がたくさんいた。クルーズの出発まではのんびり景色を楽しんだりお土産屋さんで時間を潰す。フィヨルドクルーズ船がやってきた。あんなに静かだった水面が一気に波立つほどパワフル。早速クルーズ船へ入ってみる。広々としていて綺麗な船内。シュシュッと出発。水面には薄い氷が張っているところがいくつもある。パリパリ割りながら進んでいくのを見るのも楽しい。依然として晴れ間は見えないがその分幻想的な雰囲気。美しい景色と水の音に癒されるひとときである。2階に行くと全体をもっと俯瞰できる。見た目よりも船が広いのでいろいろと探索するのも面白い。こんな美しいところに人が住んでいるなんてにわかには信じがたい。ネイロイフィヨルドの幅は最も狭いところが250メートルと世界で最も幅が狭いフィヨルドの一つらしいが想像よりもかなり広かった。外は突き刺すような寒さで多くの人が船内でゆったり過ごす。1000メートル級の断崖絶壁に囲まれているがこの日は雲で隠れまるで天空の島のようであった。ところどころで集落のような場所が現れるが陸路では行けないところもあったり住民が一人しかいないところもあったとか。寒くてもいつまでも見ていられる景色であった。しばらく船を走らせると滝が見えてきた。雲で隠れているが晴れている日にはこの2倍の長さの迫力のある滝を見ることができる。さらに奥へ進むとカーブポイントに差し掛かる。ここでようやく奥まで続くフィヨルドが少しだけ見える。大きな集落が見えてきた。ここには宿泊施設があり降りて宿泊することができる。次はフィヨルドを眺めながらこのような場所でゆったりしたいものである。フィヨルドに囲まれた美しい山間の村フロムでフロム鉄道に乗り換える。フロム鉄道は世界で最も美しい鉄道旅の一つとしても有名である。
車内は気のぬくもりな感じられ美しい。窓も大きく景色もバッチリである。出発。フロム鉄道は国欧で最も急勾配を誇り、高低差は860メートル以上。小須滝をはじめ切り立った崖や深い渓谷、雪山、点在する小さな村などダイナミックな景色を満喫できる。In 1944, the electrical supply was completed. 小須滝に到着。この時期はすでに凍り始めているが、普段はかなりの水量で迫力のある有名な滝のよう。上の方はほとんど凍っているが、下ではわずかに水が流れている。滝つぼもほとんど凍ってカチコチである。再び列車に戻り出発。小須滝を過ぎたらネルダールまではもうすぐ。この素晴らしい景色ともお別れである。車内探索をしながら下車。全てが美しい最高の時間であった。この後はベルゲンに帰ってお楽しみスーパーマーケットショッピング。早速スーパーへ。気になるものをどんどん買っていく。ノルウェーの伝統的な保存食ヘナロ。ヘラジカ、クジラ、鹿、トナカイの加工肉コーナーもあった。食べきりやすい小さなパックのものも。ヘラジカのお肉は初めて見たのでこれを買ってみる。ノルウェーの定番中の定番、サバのトマトに缶詰も購入。体に悪そうだけど美味しそうなドリンクも。それ以外にもたくさん買ってきたのでホテルで味見してみます。乳製を長時間煮詰めて作る茶色のブラウンチーズ、カラメルのような甘さ。フェナローは塩分が濃いが癖が少なく食べやすい。ヘラジカのカルパスは噛むほど肉の味わいが口の中に広がる。癖は強め。チョコのスプレッドとストロベリージャム、ネットで美味しいと見かけたので購入。1回で使い切れるミニサイズが売っていて可愛い。人間このようなところで性格が出る。リミリピート確定。サバのトマトもチュームタイプのものも売っていてそちらも美味しいらしい。ベルゲンを3日間たっぷり堪能した後、さらに北側の北極圏に位置するトロムソへ向かう。クリスマスコスプレをした CA さんなどで迎え。トロムソは北欧の北極圏の中では最大の町で、北のパリとも称されるほど美しい町だとか。そして何といっても世界屈指のオーロラ観測地でもある。ちなみに飛行機の窓側はフィヨルドを上から眺められる貴重な機会なのでとてもおすすめです。極夜の今は太陽は地平線より上には昇らないが、わずかに漏れ出る光とフィヨルドの景色はうっとりしてしまうほどの絶景である。もうそろそろ着陸。トロムソ到着。とんでもないところにとんでもない規模の町である。今いる中心地からトロムソ橋を渡ると北極大聖堂地区へも行ける。橋の向こう側にはトロムソのランドマーク北極大聖堂や展望台もある。今回はゆっくり中心地側を観光。港を少し歩くといきなりサウナが出てきた。サウナに入った後、この極寒の水の中に飛び込むらしい。絶対に無理である。メイン通りでお土産探し。
店内にはヘラジカがある。あまりの大きさに驚くばかりである。体長は2、3メートルもあるらしい。彫刻された角付きのベル、バイキングとトロールの小さくて可愛い置物も購入。それ以外にもたくさんのグッズがあるので、お土産探しが楽しく、財布の紐が常にゆるゆる。ここはトナカイ肉のホットドッグが食べられる人気のお店。メニューは2つのみ。大変人気で行った時にはすでに大行列。行列の様子を見に来た小さな可愛い車のおじいちゃん。ホットドッグはもちろんだが、この小さなお店が可愛くてお気に入り。極寒の風に耐えること1時間、ようやく注文。トナカイ&ビーフのホットドッグを注文。誰でも食べられそうな美味しいホットドッグ。続いて世界最北端のマクドナルドへ。店内には北緯約69度65分のポスターが。今まで見たことのないほどの大混雑。世界最北端の記念にポストカードなども購入。初めて見るさつまいものポテト、甘くてホクホク。無事にカードもゲット。トロムソ2日目はオーロラを観察しやすそうな中心地から離れた宿に。周りには何もないので、ただただ自然を楽しむ日。天気はあいにくの曇りだが、夜には晴れそうなのでオーロラに期待。宿のフロントでお茶目なルームキーをゲット。ここでは何種類かの動物が住んでいて、遊びに行っていいようなので行ってみる。しょっぱなからすごいところに迷い込んだようである。何とも言えない雰囲気であるが、暖かい小屋で鶏たちが静かに羽を休めている。奥に進むと新たな動物が現れた。警戒心なく近寄ってくる。本段が大きなオーロラのチャンスがつかめそうなので、宿のリラックススペースで過ごしながら空を眺める。オーロラフォーキャストでの予報もいい感じになってきたので、宿の外へ。光が入りにくい人通りが少ないところへ行ってオーロラに備える。空を見上げるとオーロラが出始めていた。スマートフォンでも綺麗に撮影できるほどで、肉眼でもはっきりとオーロラを見ることができる。ついに念願のオーロラを見ることができた。オーロラは次第に動きと明るさを増していく。この日はオーロラが強く、周りが明るくなるほどであった。約1時間。寒さも時間も忘れてオーロラを眺めていた。最終日は宿で素敵な朝ごはん。ノルウェーどこも本当に素晴らしいところであった。バイバイ。ノルウェーまた行きたい。次回ポルトガルリスボン。大航海時代の街で食の大冒険。ぜひご覧ください。